ハローワールド漫画先輩ヒアー。よーし、今日も始めていくぞ。今日は何の話をするかというと、昨日じゃない、前回何の話をしたかというと、斜め駒の話をしたね。というわけでみんなも自在に駒が割れるようになってきたはずだと。で、じゃあ駒を割るよ。そしたら次に何を考えていくかと言ったら、セカンドステップ、吹き出し、ブローアウト。今日は吹き出しの話では実はない。ノー吹き出し。ここですよ。ノー吹き出し駒。これは一体何なのか。吹き出し、ノー吹き出し。ジャパニーズ漫画、ノー吹き出し結構ある。オフン、しばしば。これが何なのかというと、これ非常に難しいんですけど、これを間というですよね。間とは一体何なのかという話をしなくてはいけない。間という概念。これは非常に難しいと思っている。とにかくでも唯一言えるとしたらノー吹き出しであることはまあとりあえずポイントです。正直ちょっとはあるんですよ。例えば点々点とかびっくりマークとか、あとはあとかぐらいはあるかもしれないけど、基本的にはペラペラ喋らない。ノースピーク。間とは一体何なのかというと、無ですよ。ゼロですよ。何を言っているんだろう。間とはもともとどういう意味かというと、例えばこれは家とかでも柱があって、ポールとポールの間、ここのことを何もないノー空間、ノースペースを間というわけですよ。そもそもこれは間とも言うし、間とも言うんですね。このことは間で、これを取るっていうのが、何もない時間を取るというのがジャパニーズスタイル漫画では結構大事。多分これがジャパニーズスタイル漫画の多分特徴の一つじゃないかなって思っている。多分アメコミとかも若干こういうの少ないんじゃないとか、あとはフランスの漫画、そう、ネシーねとかは多分間の表現とかが日本よりは少ないんじゃないかなって思っている。それはなんでかっていうと、そもそもジャパニーズライフは間を取るんですよ。日本人というのは喋った後に若干何かこれを取る文化がある。ジャパニーズカルチャーだよね、これ。で、それを漫画にうまく応用すると、きっといいことがある。海外の人たちは割とペラペラっていっぱい喋る。You are speaking。多分。で、そして隣の人がすぐペラペラまた喋る。speaking。だけど、日本人はスピーキングする。一旦間を取って、で間を取って、それからまたスピーキングする。で間を取るみたいなのが交互に起きていることが、多分より海外に向けて顕著になっていると思う。で、それはなんかどうもスペインの友人に聞いたら、海外でそれをやると滑ってるように見える。寒い、コールド、You are cold になりそうな空気があると。で、それが怖くていっぱい喋っちゃうっていうけど、日本人はあんまりそれ気にしないと聞いた。だから逆にそのスペイン人の僕の友人は、スペインスタイルよりも日本のスタイルの方が性格的に自分はあっておとなしいやつだから、ちょっと日本の方が楽なんだよねみたいなことを言ってた。で、そういう違いがあるんだなっていうのがあり、ここに割とシビアな感覚を持ってるのがジャパニーズので、これをここに活かしていくととても良いことになりそうなんだが、間を取る表現っていうのは昔の漫画は少なかった。鉄腕アトムとか手塚治虫大先生の漫画とかでは多分すごい間を取ったりっていうのがより少ないんだけど、現代の漫画は間を取ることによって自然の会話とかに近づけてるんですよね。ナチュラルライフタイムに合わせているね。現実のヒューマンの時間にアワーにもうめちゃくちゃだよ、時を合わせているんですね。それによってリアリティが出て現実っぽくなる。それで感情豊かに伝えていくっていうのが現代の漫画っぽくなるポイントだと思っている。なので間を入れたい。現実とシンクロさせたいわけだ。リアルタイムです。リアルタイムに近づける。多分だけどどうなんだろう、この間という概念は海外にはないとは思わないんだよな。あるよね。例えばじゃあ衝撃的なインパクトを受けた、誰かが殺された、死んだ、デッドマイフレンド、みたいな。これThis is これは多分だから海外の人でもきっと全然通じると思うが、多分日本人はそうやって受け入れる間を一個ずつのセリフでも結構意識しているっていうのがジャパニーズ特徴なので、それを入れていくとぽくなるんじゃないかなと思ってるよ。いやー、間ってなんだろうね。日本人でもやっぱりこれ一体何なのかっていうのはパッと言えないけど、とてもインポータント。まとめると何にも書かない間を取るのが大事だよ。
リアルタイム、現実に近づけていくという意味でとても大事。そのことによって環境がより豊かに現実っぽく伝わるということだ。じゃあ、またね。さあ、じゃあ皆さん、ぜひチャンネル登録をしてくれると、漫画先輩はとても嬉しい。PC の場合は右下にいいねボタンがあるので、プッシュ。スマートフォンの場合は下に赤いボタンがあるので、プッシュだ！お願いいたします。じゃあ、またね。